リンクトインのセールスナビゲーターなんですよ。なのでマッチしているデータがあるお客さんにっていうのをバッて出してくれるんですね。このインプットとなるデータを探すのに多分15分から20分ぐらいかかっちゃうんですよね。かかっちゃいますよね。そっちに全力でリソースを投資しましょうと。なので僕たちが訴求したい内容が、皆さんこんにちは。システム組み立てチャンネルのシンボリと大滝と三角です。今日のテーマは弊社のシステム連携組み立て図の中のいっぱいあるうちから、セールス領域の中のいっぱいあるうちから3つだけ天才セールスおじさんたちに語っていただこうかなというふうに思います。で、1つ目がエージェントフォース。これがセールスフォースの中で動く AI ですね。と2つ目がスピーダと、最後リンクドインのセールスナビゲーターっていうこの3つのツールについてたくさん討論ができればなというふうに思いますのでお願いいたします。何からいきましょまずはマーケティングに近いスピーダから。う。スピーダ、はい。スピーダとは何ぞやってところから、じゃあまずスピーダの営業をちょっとしていただいて。マジか、はい。何万社か覚えてないけど、スピーダーにあるのがペケ100万社ぐらいあるの情報がたくさん入ってますと。なので僕らの持っている情報って Google Chrome で検索するとかチャット GPT とかに聞くぐらいしかね方法はないけど、ユーザーベース社がめちゃくちゃ調べてるようなデータがそのスピーダーの中に入ってます。具体的に言うと、我々で言うと使える情報はセールスフォースの導入実績ありとか、事例ページに記載ありとか、あとはフリー会計を導入しているとか、面白いのは求人の中にセールスフォースのアドミニストレーター募集してますとか、経理募集してますみたいな情報とかで、募集要項の中にフリー会計についてとか語ってあるみたいな情報とかもマスキングじゃできないんですね、そこの情報って。それもほんと人海戦術でされているので、そのデータがスピーダーの中にデータ溜まっていってます。なので我々はその情報をセールスフォースとかハブスポットに連携をして、僕たちが欲しい情報だけを入れてるっていう感じです。なので例えばうちにはフリー会計のセールスフォースをボックスを導入している人たちの情報とかがリードの情報で1万件データがあったとするじゃないですか、はい、でもスピードの中には10万社ありますってなると、ホワイトリストが9万社あることになるので、その9万社に対してアプローチをしていく。ただその9万社にアプローチすることはできないから、仮に僕らのペルソナが30億から50億で社員の人数が100名以上みたいなセグメントを切ってアプローチすると、残りの9万社が例えば3万社になったら3万社に対して何か連絡をしていこうみたいな感じの使い方をスピーダーでやってるっていう感じですね。大量の会社データがあります。その中にウェブで公開されているような情報も含め使ってるツールとかの情報がいっぱいあるので、この中からプライクのペルソナってこうだよねっていうのをグッとしてグッてしてるってことですね。なるほどなるほど。また帝国データバンクとかの情報とまたちょっと質が違いますよね。どういった形の求人を出してるかとかってめちゃくちゃクリティカルですよね。目の前の課題解決したいってことですもんね、求人出してるってことは。そっか、だからセールスフォース管理者募集っていう求人出してるってことは、我々目線で見ると、あ、セールスフォースのなんかやりたいんだなと、じゃあちょっとアプローチ対象だよねみたいなのをスピードの中でやってるみたいなイメージですね。そうです。例えば IR 情報の中に今後 DX に取り組みますとか、IT 投資こういうふうにしていきますっていう情報が1つ目ありました。で2つ目の情報にセールスフォースフリーを導入していましたとか、あとは求人がありましたっていうと、もう完全にもうフライク提案したいというか、こういうお客さんからの問い合わせって多いじゃないですか。なのでフライクのセールスフォースの中にある商談の受注情報と失注情報と、僕たちのペルソナと世の中にあるデータの中でもっともっと詳しくしているスピーダーの情報を全部掛け合わせすると、よりマーケというかマーケ活動、セールス活動はターゲットを絞ってそこに注力することができるのでやりやすそうですよね。そうですね。なるほどなるほど。じゃあそのスピーダーでギュッとなって、じゃあ A 社としましょう。A 社がうちの対象っていうかペルソナでしたってなっても、 A 社がなんかえげつなくでかい企業だったら万人従業員いるじゃないですか、そこに対してフライクは次どうするんですか？あ、出す。振ってくれたんですよね。キラパス。キラパス。それがリンクトインのセールスナビゲーターなんですよ。知ってました今の？知らないです。本当、はい、ありがとうございます、はい。セールスナビゲーターっていうのが月に今のところ50件までしか送れないんですよ。なので、はい、月に50件しか連絡が取れないです。はい、連絡というのは DM です。DM です。リンクトインって性質上友達にならないと DM って送れないんですね。でもリンクトインのセールスナビゲーターっていうのは送れるんですね。でも
送りすぎちゃうと向こうも迷惑だし、リンクトインっていう媒体の質も変わってくるので、ちゃんと50社まで、50人かまでっていうのは決まってるんですね。なのでリンクトインでちゃんとこのなぜあなたに送ってるんですか、なぜ我々が提案したいんですかみたいなことをしっかり書かないと送っても振り向いてくれないじゃないですか。なのでまずそういう風な媒体がありますっていうのがまず第一イメージとして持ってもらいたいんですけど、その後にスピーダでたくさんのデータがありました。そのうちの3万社にアプローチしたいです。そのデータを一旦セールスフォースとかに入れてきれいに整えました。整えなくてもいいんだけど、リンクトインのセールスナビゲーターの方に CSV をインポートすると、リンクトインの中にあるデータとスピーダーの中にある情報で重複をしている、なのでマッチしているデータがあるお客さんにっていうのをバッて出してくれるんですね。それはセールスナビゲーター側で。セールスナビゲーター側で。だから CSV をインポートすることによって、アプローチしたい企業が1万社あります。そのうちの5000社しかデータありませんっていうのが多分リンクトインの中もちろんあって。そうすると5000社の中で誰にアプローチするかっていうと、例えば CEO、CTO、CDO とか、あとは現場のマネージャーとかあるけど、それは僕たち側で選定をしなくちゃいけないんですね。なので僕たちが訴求したい内容が経理部長へのアプローチがいいのか、セールスフォースのアドミンをやっているような人たちがいいのかっていうのをサービスによって変えていく必要があるっていうのがリンクトインとスピーダを連携させるメリットっていう感じですね。なので我々はそこにハブスポットを開始そうとはしてるんですけど、でハブスポットで連絡を取ること、リンクトインとハブスポット連携できるんですよ。そうすると DM を送るときに、例えば三住商事の三住社長に対して我々からリンクトインで連絡をする。でハブスポットの URL とかも送ることができるしっていうことをやろうかなと思ってて、ハブスポットと連携をしようかなっていう感じですね。じゃあスピーダがあり、ある程度ギュッてしてこれをセールスナビゲーターにスコーンいきますと、でここでまたギュッてされて一覧が出てくるので、この人とこの人とこの人に送ろうかっていうのを月に50件までできますと。なのでそこでこう選んで送りたい内容をもとに役職とか人を選んで送りましょうと。でその後にハブスポットに連携をする。送った人が開封したよとかっていう通知がハブスポットに来るっていう仕組みですね。なるほど。じゃあギュッてしてギュッてして送ってハブスポット側でそれが見れるようになると。でハブスポットでは何をしてるんですか？ハブスポットではそれを送ったっていうところからはもう開いてさえくれればそれを追跡していくことができるので、例えばそこからカレンダーで予約が入ったら、スラックで通知がもちろん来ますし、そこに資料をもし入れてたとしたらそれをどこまで見たか、マーケティングの話になりますけど、それも確認することができると。なるほど。いう形ですね。何回も言ってるけど気持ち悪いことしてるんですね。ストーカーチックなこと。でそこともう一つエージェントフォースですよ。エージェントフォースは何に使ってるんですか？エージェントフォース何使ってるんですか？返り討ち。言っちゃっていいのかな。今リンクドインでこうリストが出てきて、その人たちに作文をしましょうみたいな、メールを送りましょう言っちゃったメールを送りましょうっていうところで、でもメールの内容って考えないといけないじゃないですか。なのでそれをエージェントフォースでやらせようと今考えてます。で具体的にいくとセールスソースの中にも今既存のお客さんの情報とか、それこそ既存のお客さんじゃないけど失注しちゃったお客さんとかの情報があって、それに対して活動履歴が入ってたりとか、あと過去の商談のログが入ってたりとかで、もっといくと2時間無償ヒアリングとかで議事録書いてるじゃないですか。なのでノーションのその議事録もセールスソース側のデータクラウドに全部持っておけば、この人にメールを送りたいってなった時に過去に類義の案件こういうのがありましたよとか、こういうアプローチしましたよっていうのを全部 AI で食べさせてしまって作文をさせましょうと。で作文をしたものを最後にリンクドインでパコンって送りましょうっていう用途でセールスソースは使ってます。ちょっと一部研究開発の内容に入っちゃうんですよ。なのでちょっとここで言うのもあれですけど、データクラウドとスノーフレークにデータを入れていくんですけど、今はセールスフォースハブスポットのデータだけど、ノーションのデータと、あとは何があるかな、 YouTube のデータとか Google アナリティクスの情報とかも全部スノーフレークとデータクラウドに行って、データクラウドのデータはエージェントフォースから見れるんですよね。スノーフレークのデータは見れないよね。
頑張らないと見れないって感じですかね。なのでデータ、あれかチャンク化されてるデータ分ですよね。なので見れないと思った方がいいので、データクラウドに貯めて、セールスフォースの中にあるエージェントフォースを動かす時の先がデータクラウドです。でデータクラウドの中にはそれらたくさんの情報がたくさんあるから、今まではこのお客さんの情報をチャット GPT 僕ら課金してるから、これ結構バイネームで聞けるけど、あんまりよろしくはないじゃないですか。クローズした世界じゃないから。なので嫌なので、自分たちのエージェントフォース側なのでデータクラウドの方にデータを入れて、そこで学習させると、メールで連絡してクリックしたからいいよねっていうのもあるけど、クリックしてアポイントが取れてなかったからアポイントを促すためのメールってどれだっけってなると、いろいろ探してたのが AI 側で勉強してくれてるので、いいですね。これ僕メールを作るのが結構苦手なタイプで、僕結構考えちゃうんですよね。でデータ自体は Salesforce に入ってるから、見れば探せるんです。過去の商談の失注履歴だったりとか、どこまで行ってるのか。ただそれを自分の中で一つのメールの文章に落とし込むのがすごい苦手。そこをやってくれるのはめっちゃありがたいなと思いますね。そうですよね。大滝さんと話したんですよ、先週。それこそこの話で。で今どうやってるかみたいな話をした時に、まずじゃあこの人に送ろうって決まった時には、例えばじゃあフリーに悩んでるのかってなった時に、過去の顧客でフリーを導入した人にどんなメール書いたっけみたいなのをハブスポットとかセールスフォースで全部見たりとか、提案書をボックスに探してどういう提案してたっけなみたいなのを見たりとかっていうか、あとノーションの過去の議事録見たりとか、いろんなところをこう見に行っているっていうのが今の現状だったので、これをじゃあギュッてやっちゃえばスッてやってパッていけるよねっていう妄想を今しておりますということで。前までクイップ使ってたじゃん。はい、クイップ見て、ノーション見て、ボックスの過去の提案資料も見て、セールスソースの活動履歴も見、メールのログがハブスポットに溜まってるところがハブスポットも見、それを全部まとめてチャット GPT に食わせるまでにめっちゃ時間かかるんですよね。そうですよね。メールの文章は簡潔にこの3点でまとめてねっていう風に記載はしているものの、とはいえね、結構めんどくさいから、3つぐらいの要点まとめてって記載してチャット GPT に伝えるものの、このインプットとなるデータを探すのに多分15分から20分ぐらいかかっちゃうんですよね。かかっちゃいますよね。それを何人も何人もってやるとやっぱ時間がね、どうしてもいるから。とはいえその人を採用してってなると160時間もその人いらなくないって正直思ってて、それをするだけの人ってことですね。なんか逆にさ、その人かわいそすぎない？ 160 時間もメールを毎日書くんだよ。いやいや気狂うわと思って。インサイドセールスとかもそうですよね。毎日目標の KPI やって総件数電話かけるみたいな。嫌だなって思ったら、やっぱ人がやるべきところはその1対1が分かって誰に送りたいかなとか、こういうコンテンツ見てるよなみたいなところをこの AI に情報を与えてあげる人、そのファクトはファクトでバーってあるものの、それに加えてこの人はこういう風なのが実は他社の事例でこういうことがあったからであったりとか、その人のニュース見てとかっていう情報って多分インプットデータにはないので、X のも、ね、バズってる退職者すごい出てる企業だよとか、競合他社はこういうふうな状況みたいなところって AI はまだそこまで見れてないと思うので、そういった情報を見て、で1対1になってウェブ会議をたくさんこなす方が絶対人としての価値は高いと思うので、そっち側に注力してもらいたいなと思って、一応マーケとセールスの両方とも採用はするけど、どちらかというとセールス職とかコンテンツを作る人の方が色は求めがちかなと思います。人がしなくていいこと、人海戦術的なものとか、電話かけるとか作文するみたいなところは得意な AI に任せてしまって、人が得意なこの1対1で話すとか頭を使うとかコンテンツを作ろうは、そっちに全力でリソースを投資しましょうと。合ってます？合ってます。合ってます。合ってます。ありがとうって言ってますよ、多分視聴者の方。あれ伝わってなかった？シンボリがいるからもう翻訳してくれるわっつって。全然話変わるんですけど、セールスフォースさんが3月の上旬ぐらいにメールが来たんですけど、オープン CTI がなくなりますと。見ました。あれってどういう影響があるんですか？要するに CRM と電話をウェイってやるところが変わりますっていう話ですね。で、このウェイってやる方法が2つあって、世の中にライブラリ的に公開されている OpenCTI っていう、何でも繋いじゃいなよみたいなものと、もう1個がもうセールスソースが純正として用意しているものがあるんですけど、この上の方がもうなくなりますと。なので連携したいのであれば、今度からセールスソースさんが提供するこいつを使ってくださいねっていうお話なので、今結構ダイヤルパッドとか Zoom フォンとかこの辺を連携されている企業さんはほぼ多分 OpenCTI
AI でやられてるので、やっべとどうしよそううですよねってなってますね。はい。っていうことは Zoom フォンとかそのダイヤルパッドを使ってる人で OpenCTI を使ってる企業さんはもう一回設定をし直さなくちゃいけないですと。過去の設計書はないですと。ないですと。しかも OpenCTI って公開されてるので、使えちゃうんですよね、無料で。ただSalesforce のその製品を買ってくださいっていうお話になっているので、多分サービスクラウドのサービスクラウドですよね。多分私もあんま分かってないですけど、何かしらを買わないとできなくなっちゃう。そこのコストも多分かかっちゃうって感じだと思います。大変じゃないですか。大変ですよ。うち Zoom フォン使ってるじゃないですか。うちも OpenCTI でしたよね。ですよね。でも使ってない人まで電話しないからね。そうですね。電話しないですもんね。確かに。そうなので一応うちのセールスソースの環境からもポチッと押すと Zoom フォン立ち上がって電話ができるし、録画がアンプトーク経由で、アンプトークがなくなってる。アンプトーク経由で Zoom フォンのデータが録音されてるデータを文字解析してセールスソースに返すみたいなのも OpenCTI 使ってる企業、うちもそうだし現役で使ってる企業さんは変更しなくちゃいけない。変更しなくちゃいけないですね。結構大変なんですか？それ大変だと思います。なんでまず買わないといけないですからね。そうですね。大規模にやられてるうんところとかって結構コストが変わっちゃうんじゃないかな。コールセンターとかまさにですよね。じゃあまさにそうですね。コールセンター大丈夫ですか？前職多分騒いでるはずですよ。そうですよね。てか OpenCTI しか聞いたことなくて、僕その CTI のツールの基本そうなりますよね。そうですよねセールスソースに関わらずですけど。ね、じゃあそれが使えなくなるってことは使えない Zoom フォン、セールスソースを使ってるユーザーは結構痛手ですね。考え直しですね、また。でも2028年の確か2月末とか。なので2年。いや2年ってさでも大規模席数がありますとか変わるんだったらね。大変ですね。大変ですねもう速攻始めないと多分やばいでしょうね。あとはTLDV 入ってきてますね、セールスのところ。で、これをなんかセールス領域でどう活かすんですか？ TLDV から実は一旦セールスソースに入れるんじゃなくて、Notion に貯めていってるんですね。はいで Notion にも同じような機能があるんですけど、それ使っちゃうとめっちゃ遅いんですよね。録画するの使っちゃうと遅いので、使わずに TLDV で取ったデータが打ち合わせお疲れ様でしたって言った途端にブチって切ったら、その TLDV で文字起こしが1秒後2秒後に出るので、それを Notion 側にコピペをしてボタンポチッと押すとフライクのテイストで議事録を作ってくれる。だからこれは別にフライクのテイストじゃなくて A 社 B 社 C 社っていうふうにいろんな企業さんのフォーマットがあるので、それごとにカスタマイズすることができるんですけど、フライク用にしているので、フライクの内容を作ってそこから社内のスラックに共有っていうふうなこともやれば、セールスソースの中にデータにインポートするみたいなこともやっているので、 TLDV で終わったデータが Notion を挟みセールスフォースで顧客情報として保存される。あとは社内共有としてスラックに共有されるみたいな感じで使ってる。なんでセールスソースの活動履歴のめっちゃ詳しいやつみたいなイメージですよね。リポ代わりになるし、それがセールスソースに入ってくるので、さっきの話ですよね、データクラウドに入って、それが記録として残っていっぱい溜まって AI の作文に生かしちゃいましょうみたいな。合ってます？合ってます。そうなのでセールスフォースって入力しないっすよね今。確かに。だってスピーダーの情報もそうだし、エージェントフォース使うって入力させるというか別にしなくてもいいじゃないですか。で Notion のデータもで Notion から項目に連携させることもできるって分かっているので、となると別にセールスソースに入力する必要が実はなくなってきてるっていうのが最近ですよね。エージェントフォースに変わるんだっけ？エージェントフォースですね。なんかセールスクラウドも名前変わりますもんね。変わってるのか。エージェントセールス。エージェントセールスみたいなことは、なんかこれまでずっとあったいかにいいシステムがあっても人が入力しないと意味ないよねみたいな、貯めないと意味ないよねみたいな課題感っていうのはもしかしたらもうなくなりつつある。なのでオンラインの会議だけでなくてもオフラインも Notion で録画すればいい話なんで、システムが使えないっていう言い訳がなくなってきつつあるとは思います。そしたら今日はシステム連携組み立て図の中からセールス編っていうところで、営業っていうところに特化した大きな3つ、エージェントフォース、スピーダ、リンクドインのセールスナビゲーターと加え、他のツールもちょこちょこっとお話をしましたけど、私今日お話ししてて思ったのは、セールスナビゲーターだけ使いましょうとかスピーダーだけ使いましょうってなんかあんまり
活用できないなっていうのがあったりとか、SaaS is dead みたいな言葉流行ってますけど、なんかそれって単体で使ってるからであって、これをじゃあフライクみたいにこう組み合わせて使うとまた新しい世界観とか、いややっぱ SaaS ってまだ生きるよねみたいなところってすごくあるなと思ってお話を楽しく聞かせていただいておりました。インプットする SaaS はなくなるんでしょうね。そうですね。入力はもう AI にさせてしまって、データの入れる箱として SaaS があるみたいなで感じです。残った手動ももしかしたらスラックとかからもう更新ができちゃうのかもしれないですね。確かになんでなんか今日の動画とか、これまでのいろんな動画含めて見ていただいて、その中でこうやっぱりシステム連携組み立て図っていうところに興味がある皆さんは、今日の動画の概要欄のところに今日の内容をもっと細かく資料化したものを置いてますので、ぜひそのリンクからダウンロードしてご活用いただけると幸いでございます。では今日の動画はここまでになります。ここまでご覧いただきましてありがとうございます。ぜひ資料のダウンロード以外にもグッドボタン、そしてチャンネル登録、あとはコメントもぜひいただけると嬉しい次第でございます。では次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。